まだ戦える。で出た。一つの命令に技が2つ入ってるよ。20から7を引いた結果がそのままジャッジへ届いたんです。一つに書いた中で2つの技が順番に動いたの？はい。命令カードを1枚ずつ追えばその道筋が見えてきますよ。計算した数字を自分でジャッジへ入れ直したの？イスプなら命令の中に次の命令を書くだけです。今日はこのつなぎ方を自分の手で作ります。はいどうも、海外テックのこれまじミントです。なです。今日は小さな命令をつないでゲームの判定まで動かします。命令カードを一緒に増やしたい人は登録してそっと見守ってね。まずは体力を見て言葉を返すジャッジを用意しましょう。体力が0より大きければまだ戦える。それ以外ならゲームオーバーと答える技です。ここへ計算した後の体力を直接届けたいんだね。ジャッジ自身は届いた体力を見て言葉を選ぶ係かな？はい。受け取った体力に合わせて2つの言葉から答えてくれます。なるほど。数字を受け取ってゲームの様子を教えてくれるんだ。その通りです。まずはもっと小さな計算でつなぎ方を見つけましょう。1に 2×3 の答えを足してみます。その手順をリスプではこの形で書けます。答えを出す前にカードの動きを追ってみるよ。張り切って全部まとめて暗算しそうになった。その元気は取っておいてカードを1枚ずつ指さしましょう。命令カードが2枚見える。外側のプラスと内側の掛け算だね。ではどちらが先に答えを出せますか？文字は外から見るし外側のプラスから先に読むのかな？この計算ではプラスが使う数字の片方がまだ空席です。今は答えを出せないので内側の結果が先にいります。そっか。内側の 2×3 なら今すぐ6を出せる。はい。今指さしているのは内側の掛け算カードです。今いる場所は掛け算。ここで6を作るんだね。その6が外側のプラスへ届いて空席に入ります。すると指は外側のプラスへ移る。カードを1枚分外へ進んだ。これで数字が揃った。1+6だから7。内側のカードは仕事を終えて次は外側の足し算です。今どこを計算してるの？答えは外側のプラス。迷子になってないよ。では実行して確かめましょう。7だ。内側の6が外側へ届くところまで頭の中で終えたよ。カッコを見るとどれとどれが1枚の命令カードなのかわかります。だから命令同士をきれいにつなげられるんです。実はさっきのジャッジにも同じ形が隠れています。if が判断するには体力は0より大きいという質問の答えが必要です。そこでその質問カードが中に入っています。気づかないうちにもう命令をつないでたんだ。ジャッジの中では質問の答えが if へ届く材料なんだね。はい。中の質問がはいかいえを渡すと if が進む道を選べます。計算カードでも質問カードでも中で作ったものが次へ届くとその命令が動けるんだね。つながりが見えてきました。次は材料を2つ受け取る技を短く作ります。ゲーム用の技には今の体力と減らす量の2つが必要です。その準備として空席が2つの短い例を見ましょう。席が増えてもどの数字がどこへ座るか見れば追えそう。 A と B が後から数字の入る空席です。3と4を順番に座らせます。 A に 3、B に4。中では 3+4 になるから7かな。当たった。空席は名前を2つ並べればいいんだ。慌てた数字が迷子にならないよう左の席から順番に見るんだね。はい。呼ぶ時に書いた順で A と B へ届きます。同じ形で体力を減らすダメージを用意します。1つ目に今の体力、2つ目に減らす量が入ります。20と7ならどうなりますか？20-7で13。材料を2つ受け取る話はここまでで十分です。いよいよ今日の主役、技から技への受け渡しです。さっきはダメージだけで13まで作れました。今度はその先のジャッジまでつなぎましょう。まずダメージで13を出してそれをジャッジの空席へ入れる。一つに書くとこうかな。ぴったりです。実行する前に届く数字と最後の言葉を予想してみましょう。体力20から7減ると13。13は0より大きいからまだ戦えるかな。まだ戦えるだ。冒頭の仕組みを自分で作れた。ダメージで止まっていた13がそのままジャッジまで走ったんだね。ではミント、減らす量も計算で作ってみましょう。7を3倍すると21。まずそこだけ確かめるね。今の計算カードをパワーの席へ入れて最後の言葉まで予想してください。今どこを計算してる？この計算ではまず一番内側の掛け算。ここで21ができたら次にダメージが受け取ります。ダメージが体力を作ったら最後にジャッジへ渡す。3枚とも順番が見えた。20から21を引くとマイナス1。0より大きくないから今度は
ゲームオーバー。今度はゲームオーバー。21がダメージへ。計算後の体力がジャッジへ流れたんだ。同じ形でも中を流れる数字に合わせてジャッジの言葉がきちんと変わりました。まだ戦えるとゲームオーバー。どちらも中の計算から決まったんだね。数字を変えた例も読めそう。100から30なら70。ジャッジはまだ戦えるを返すはず。予想通り内側で作った結果が次へちゃんと届いた。最後に流れをなぞると量を計算し、その結果で体力を計算し、さらにその結果を判定の材料へ渡す、この3段です。ジャッジの作り方も見てみたい人はこのチャンネルの if で判断する回から楽しめるよ。今日掴んだのは命令の結果を次の命令の材料として渡せることです。掛け算から足し算へ、ダメージからジャッジへ、書いた流れのまま答えが次へ届いた。カッコが命令カードのまとまりを見せてくれるので、どこからどこへ結果が渡るかも追えました。これなら小さな技を集めて自分だけのゲーム技をどんどん組み立てられそう。この感覚が命令をつなげる楽しさです。こうして命令の中に命令を入れる形は入れ子とも呼びます。もし命令の中から自分自身を呼べたら、それはもう少し先のお楽しみです。また一緒に命令カードをつなぎたい人は登録して待っててくれたら嬉しいな。それでは、みな、と、ミントでした。バイバイ。